寒い夜に迷い込んできた子猫も保護してから3ヶ月が過ぎました。生後4ヶ月から5ヶ月くらいになったのでしょうか。まだまだ子猫ですが、猫らしくなってきました。寝ている姿を見ていてると、可愛くて気持ちが癒されます。相変わらず甘えたで、私の膝に乗ってまったりと過ごすのが安心なようです。遊びも好きだと思うので、100均で買った猫じゃらしで誘ってみました。嬉しそうなんだけど、とてもおとなしい遊び方です。寝転んだままで猫じゃらしの動きについていけません。なんか運動音痴の猫のようで可愛いです。爪も出さず、口で神に出るでもなく、こんな調子ではママになった時に獲物を取るのは不可能だな。他の女の子は結構狩りの能力がすごいので、喧嘩にも負けそうです。超怖がりなのも名付けます。その性格が逆に幸いして、怪我もせず、事故にも遭わずに私の事務所までたどり着けたのかもしれません。でも食事をとることができなかったから、怖くても餌を出されたら思わず玄関から入ってきてしまったのでしょうね。チュールを出されると迷わずに寄ってきます。鼻炎をじいちゃんと一緒に食べるのが毎日の日課のようです。怖がりちいちゃんが唯一怖くないのが猫草です。これは攻撃してこないので、結構おてんばぶりを発揮しています。噛んではまき散らし、いろんな方向から攻撃しています。表情も自信に満ちています。人暴れしたら、鼻炎おじいちゃん、ちびすけ兄ちゃんとお昼寝です。でもすぐに起きてきて私の膝に飛び乗ってきます。膝に乗っても何をするでもなく、だんだんと眠りの世界に入っていきます。超怖がりとは思えない寝相です。寝ている時は無防備で大丈夫かと思うほど力が抜けています。私の膝が安心できるのだろうと思うと愛おしくなります。手も足も力が抜けて、わしたない姿になってしまいました。お腹を上に向けて安心して寝ているのを見ると、この子は野良では生きていけないから保護できてよかったなぁとしみじみ思います。起きると私の前だとコードをかじったり、iPhone と戦ったりと結構おてんばぶりを発揮します。また鼻炎おじいちゃんは優しいのでやりたい放題で、一通りそんな遊びが終わるとすぐに寝てしまいます。ほんとよく寝るのだけど、すぐに起き出してまた膝にやってきます。いつも膝にいるので、今日から歯磨きの練習です。押さえて歯を磨くとどの子も嫌がって逃げるので、歯ブラシで遊んでみます。子猫は何でも遊び道具にするので、口周りで動かしていると加えて遊んでくれます。そうして歯ブラシに慣れてガジガジしてくれるだけでも歯磨きになるかもしれません。調子に乗って歯ブラシを横に動かしたりすると嫌がるので成り行き任せです。なかなかうまくできました。嫌がる様子もなく遊んでくれました。あまりしつこくしないで今日はこれで終わりです。歯磨きが終われば寝てしまうちーちゃんです。翌日も再度歯磨きの練習です。昨日と同じように嫌がらずに遊んでくれます。だんだん口の中にブラシを入れてみます。口を開けてくれるので歯の様子もよく見えます。子猫なのできれいな歯が並んでいます。よくできました。次の日も同じように歯磨きです。
人間の幼児用歯ブラシがぴったりで嫌がることもなく馴染んでくれています。慣れると手が出て歯ブラシを取られてしまいました。まあよくできているのでよしとしましょう。歯磨きが終わればとてもテンションが高く一人で暴れています。ベッドは自分のテリトリなので結構おてんばさんです。毛布に潜ったり飛び跳ねたりと子猫らしい元気さです。ちびすけ兄ちゃんとびえんおじいちゃんは知らん顔です。若いパワーについていけません。びえんおじいちゃんは20歳なので少し動いたりしてもとても疲れるのです。若いちーちゃんの遊びにはとてもついていけません。でもちーちゃんはおじいちゃんが大好きなのでいつも一緒にいます。相手してもらえないと一人で安心できるベッドで遊んでいるのですが、大好きなちびすけにいちゃんと遊びたいのです。でもちびすけくんは騒がしい子猫が苦手で相手してくれません。おとなしくしていると一緒にいてくれるのですが、遊びに誘うと逃げていったり怒ったりします。でも子猫のちーちゃんは大好きなちびすけ兄ちゃんと遊びたくて仕方ないのです。我慢できずに戦いを挑みます。怖がりちーちゃんにしては珍しいのですが、男の子には怖がらずに向かっていきます。保護した時に事務所の男の子はみんな子猫に優しく接してくれたので、その思いがあるのかもしれません。でもちびすけ君は騒がしい子の相手はしたくないので不機嫌です。それにもめげずにしつこく戦いを挑んでいます。もういい加減にしろと言われても飽きることなく向かっていきます。怖がりちーちゃんが唯一見せる攻撃的な姿です。男の子はひどいことをしないのを知ってやっているようです。何度も何度も怒られようが嫌われようが向かっていきます。ちーちゃんはちびすけ兄ちゃんが好きでたまらないのです。でもなかなか仲良くなれません。そんな関係なんですが、ちーちゃんは諦めるという気持ちはないようで、どんなに邪険にされても飽きることなくアプローチしています。普段からは想像できないしつこさと怖さを忘れたちーちゃんです。ちびすけくんも持て余しているのがはために見ていてもわかります。ちびすけ君はおとなしい性格で誰とも喧嘩したりしない穏やかな男の子なんだけど、騒がしい子は苦手なようです。おとなしくしていると仲良く一緒に寝ていたりするのだけど、ちーちゃんが調子に乗って絡んでくると嫌がります。若い美人の女の子に好き好き攻撃されているのに残念な男の子です。おじいちゃんかちびすけ兄ちゃんの後をついて回っています。鼻炎おじいちゃんもこの頃めっきりと弱ってきました。でも食事もしてよく動いています。子猫のちーちゃんがやってきたのが刺激になっているのかもしれません。ただとても疲れるようです。ちーちゃんのテリトリーもだんだんと広がってきました。ベッドからその周りへ、そしてついに廊下まで出るようになりました。猫用の出入り口をつけた扉から出て探検しだしました。すぐに戻ってきて私の膝に乗るのが彼女のパターンです。膝に乗っているのを見るとまだまだ小さくて可愛い子猫です。生後4ヶ月といえばやんちゃで遊んでいると引っかかれたり噛まれたりで生傷が絶えないのだけど、この子は膝でまったりと過ごしています。まるでおばあさんのような子猫です。まあ手間がかからずに良いのだけど、
病院で診察してもらっていなければ病気ではと疑うようなおとなしい子です。爪も立てずに私の腕を抱いて膝で甘えているのは嬉しい時間です。相変わらず鼻炎おじいちゃんにひっついてお昼寝です。ちびすけ君もおじいちゃんが好きなので離れずに寝ています。鼻炎おじいちゃんもこの数日後に亡くなりました。生後1ヶ月くらいで保護して20歳まで一緒にいてくれました。穏やかな子でとても甘えたな男の子でした。一緒に過ごした20年に感謝です。ありがとう。おじいちゃんがいなくなって子猫のちーちゃんも寂しそうです。そして風邪をひいてしまい病院です。怖くて固まっています。怖がりなので動けません。看護師さんに大好きなチュールをもらって注射とお薬をもらってきました。帰宅してから毛布にくるまっていますがまだ辛そうです。おとなしい子なんだけどさらにおとなしく目がしばしばしています。おとなしく寝てくれているので安心ですが薬の飲ますのは一苦労です。これはかなり抵抗します。翌日には回復したようで早速膝に乗って甘えてきます。いつもの日常に戻った感じですね。寝ている姿ものびのびしていて辛さは感じられません。早めのお医者さんに診てもらって正解でした。おじいちゃんが亡くなって風邪をひいて心配しましたが元気に回復してくれて嬉しく思います。いつもひっついて一緒に寝ていた鼻炎おじいちゃんがいないのでちびすけくんにひっつきたいのですが怒られるので少し離れて寝ています。でもちょっとずつ近寄ってきているようです。ちびすけくんと寄り添って寝られるといいのにね。頑張れちーちゃん。様子を伺っているのですがなかなかちびすけくんに近寄れません。ちびすけ君も仲良くしてやればよいのにと思いますが、これだけは相性とか好みの問題もあるので私にはどうにもできません。一人でポツンとしている時もありますが仕方なく私の膝に乗ってきます。まあここなら甘えられるし怒られないから安心の避難場所ですね。何度も挑戦してどうにか少しひっついて寝ることができたようです。ちびすけ君も根負けしたようで暴れないなら近くにいるのを黙認しているようです。でも彼女なりに緊張しているのか伸びて寝ているわけではないので私の膝に来て甘えます。ここなら安心して甘えられるのでリラックスしています。彼女なりにいろいろと考えているようでちびすけ君にはおとなしく近寄っていくコツを覚えたようです。私の膝でまったりして過ごしたらまた新たに挑戦する気持ちになったようでちびすけくんとさらに距離を縮めていました。かなりひっついて一緒に寝ています。彼女の勝利ですね。ちびすけもそれなりに落ち着いています。一人で寝ているとのびのびしているのですがちびすけ君と一緒だと嬉しいけど少しは緊張しているのかもしれません。今日はちびすけ君の妹もベッドにやってきて一緒にいるので少し近寄りがたいようです。一人で寝ている姿も手足の仕草が可愛いので思わずずっと見てしまいます。一人で部屋の中をうろうろすることも増えてきました。でもすぐにベッドに戻ってちびすけくんにひっついてお休みです。だんだんと子猫のちーちゃんのペースに巻き込まれてしまったちびすけ君ですね。諦めずに嫌われても怒られてもめげずにあの手
この手とアプローチの方法を変えてついにこの風景が当たり前にしてしまいました。最初は緊張していた姿勢もだんだんとくつろいでいくのがよくわかります。体も伸び伸びして安心してひっついて寝ています。怖がりとしつこさが同居するちーちゃんの性格が際立った最近の出来事です。ちびすけ気味の諦めたようなまんざらでもないような表情も見ていて面白いですね。ちーちゃんのお話はまだまだ続きます。チャンネル登録していただけると嬉しいです。